朝の光が差し込む静かなリビング。佐藤さんは一人、ゆっくりと椅子に座ります。テーブルの上にはいつもの菓子パンとカップ入りのコーヒー。これが一番楽なんだ。そう独り言をつぶやき、甘いパンを一口、ふわふわとした食感。口の中に広がる甘さ。それは長年の習慣でした。現役時代を終えて、自分へのご褒美のつもり。でも、窓の外の景色は、どこか遠く感じられます。時計の針の音だけが、部屋に響いていました。今日も一日が始まるな。そう言いながら、また一口、パンを運びます。最近少しおかしい。そう思い始めたのは、1ヶ月ほど前のこと。散歩に出ようとしても、体が鉛のように重い。年のせいかな。階段を上がるだけで、動悸が激しくなる。おまけに、物忘れも少しずつ増えてきました。メガネをどこに置いたか、さっきまで考えていたこと、霧がかかったように思い出せなくなります。大好きな新聞を読んでも、文字が滑っていく感覚。以前はもっと頭が冴えていたはずなのに、夕方になると耐え難い倦怠感。何もしないのに疲れる。そんな自分に少しずつ苛立ちを感じる。鏡の中の自分の顔はどこか土色に見えました。まだまだ大丈夫だ。自分に言い聞かせながらも、手の震えを隠すように湯飲みを握りしめました。週末、娘のあきこが遊びに来た時のこと。あきこは冷蔵庫を見て言葉を失いました。中には加工肉や甘いジュースのボトル、そして大量のカップ麺。お父さん、こればかり？父の背中が以前よりも小さく見える。頬はこけ、目はうつろ。楽なんだよ、おいしいし。笑って答える父の声がどこか力なく響きます。あきこは気づきました。父が自分の健康を少しずつ手放していること。かつては家族のために誰よりも元気に働いていたあの背中。お母さんがいなくなってから適当になっちゃったのかな。あきこの目から一筋の涙がこぼれます。お父さん、長生きしてよ。その言葉に佐藤さんは何も言えず、ただ床を見つめていました。その夜、佐藤さんはふと思い出しました。亡くなった妻の言葉。体はね、食べたものでできているのよ。自分の体に入れたものが今の自分を作っている。甘いパン、塩辛い麺、保存料たっぷりのハム。これらが自分の血管を、脳を蝕んでいたのかもしれない。このままではいけない。あきこの涙が胸に深く刺さっていました。自分の体は自分だけのものではない。家族との時間をもう少しだけ守りたい。暗いキッチンで佐藤さんは立ち上がりました。ゴミ箱を引き寄せ、一つずつ確かめるように手を動かし始めました。翌朝、佐藤さんはキッチンの棚を整理しました。まず手に取ったのはマーガリンと菓子パン。これはもういいな。トランス脂肪酸、脳の健康を損なうと以前耳にしました。代わりに選んだのは質の良いオリーブオイル、そして香ばしい全粒粉のパン。次に冷蔵庫の奥からハムやソーセージを取り出しました。加工肉、便利だったけど高い塩分と添加物、血管への負担を考え、そっと袋に入れました。代わりに新鮮な鶏肉を
じっくり焼くことにしました。3つ目は加糖液糖。冷蔵庫にあった甘いスポーツドリンク。喉が渇くからと飲んでいたけれど、これが血糖値を上げ、疲れを呼んでいたのかもしれません。代わりに温かい麦茶を丁寧に入れました。4つ目はカップ麺。非常食だからと言い訳しながら食べた昼食。酸化した油と過剰なナトリウム。それはもう今の自分には重すぎる贈り物でした。最後に人工甘味料。0カロリーだからと安心していたけれど、脳を惑わす甘さから距離を置くことにしました。代わりに本物の果物を一つ丁寧に剥きます。ああ、いい香りだ。台所に広がるリンゴの自然な香り。それは忘れていた、生きているという感覚でした。1ヶ月が経ちました。朝の目覚めが明らかに違います。頭の霧が晴れ、視界が明るくなったよう、散歩の足取りもいつの間にか軽くなり、おはようございます。近所の人への挨拶も自然と声が弾みます。明子が再び訪れた時、父の顔色を見てパッと笑顔になりました。お父さん、若返った？佐藤さんは照れくさそうに、少しねと答えました。夕食の席、佐藤さんが作ったのは野菜たっぷりのスープ。お父さんの料理、おいしいね。娘の言葉を聞きながら佐藤さんは思いました。食べることは愛することだ。自分を、そして大切な人を守ること。穏やかな時間が食卓をくるみ込んでいました。今日も日は暮れて穏やかな夜が訪れます。佐藤さんは手帳に明日の献立を書きます。明日は何を食べようか。それは自分への小さなラブレター。60歳からの人生は決して終わりではない。むしろ自分を大切にする新しい始まりでした。あなたの食卓には今何が並んでいますか？小さな一口があなたの明日を作ります。いただきます。その言葉を大切にゆっくりと歩んでいきましょう。